そうしましたら、前回これを紹介した時から新しいバージョンが増えたので、それについて今日は軽く紹介しようかなと思います。古いバージョンはこちらです。そちらについては前回の動画で説明しているので省きます。で、今回こちら、ここをクリックしていただいて、ドライブにコピーと大きくは変わってないです。ただこういう一つのグループにひとまとめにコンパクトにまとまったよっていうだけで、前回からそんなに変化はないです。ではやっていきましょう。基本的に順番に上から押していけば OK。まずここはマウントドライブオンにして Google ドライブを接続します。許可。下のチェックは新しいもの、アップデートされたものを即座に適用するかということなので、アップデートされたものが必ずしもバグがないとは言い切れないので、ここはオフのままの方がいいと思います。はい、完了するとここに緑色のチェックが出て時間が出ます。次に行きます。次 1.2 なんですけれども、これは基本的には行いません。やらないです。実行しないです。で、次ベースとなるモデルのダウンロードです。いろいろとあるんだけども、自分が思うに何を学習させる場合でもステーブルディフュージョンのバージョン 1.5 がベストだと思います。いろいろと前回はこれがいいとか言ったんだけど、でアニメの時はエニシングとかの方がいいんじゃないかとも思ったんですけど、実際にやってみるとベースとなるモデルはステーブルディフュージョン 1.5 が一番いいと思います。もしバージョン2を使いたい人はこういう形にしてもらえればいいと思います。1.5 でやります。ダウンロードしたモデルはここを開いた時のここに入ります。これがそうです。それでこれは自分でモデルの URL を貼り付けてダウンロードするパターンのやつです。今回はやらないです。VAE も一緒にダウンロードします。いらないって人はしなくていいんだけど、わしはしてます。で VAE をダウンロードしたやつはここに入ります。これです。次、これは何を学習させるかというデータになります。できればアルファベット3文字、無理ならなるべく短い存在しないアルファベット、ステーブルディフュージョンの中でダブらないであろうアルファベット、ドッグとかじゃなくて自分の犬の名前なんとか、そういう感じにします。そしてここはそれに対して何かというものをやります。女の子だから、ワンガール、犬だったらドッグ、猫だったらキャットってことです。次、実行。他の値はデフォルトでいいです。アンジップ、ここで学習させたいデータを回答します。学習させたいデータは事前に、枚数は任意で、私の場合は8枚用意して、それを ZIP に圧縮して Google ドライブに入れといてください。それがこれになります。で、パスをコピーして貼り付ける。で、実行。そうするとこのように圧縮されていた画像データが自動でローラのトレインデータに入ります。で、ここは unzip2 ってのは回答したデータをどこに入れるかっていうことなので、空のままでいいです。空のままにしていれば自動的に適切な場所にダウンロードされます。これは段ボールみたいなサイトからタグの画像を自動で持ってくるというものなので、今回は実行しません。自分で画像を用意した方が、これを使わず自分でいい画像を用意した方がクオリティは高くなると思います。次です。これでこの中に余計なファイルがあったものを消します。ついでにデリートメタデータを押しておけば、余計なメタデータが入っていった場合にそれも削除してくれるのでいいです。で、コンバーターズ、これは背景が透明な PNG が含まれていた場合に実行してください。これは JPEG なので行いません。次、これでこの項目とこの項目の2つで、これに対しての説明文みたいなのを自動でつけます。これによって学習の精度が上がるので実行しておいてください。で、バッジサイズは自分の学習させる枚数で割り切れる数にしておいてください。自分は8枚なので8です。学習させる画像が7の人はここを7にしておいてください。6の人は6とかにしておいてください。で、30とかの人は5とかいう数字にしておいた方がいいと思います。大きすぎるとエラーになります。次、こちらです。これも同じでタグ付けです。バッジサイズの説明もさっきしたのと同じ。それでここで変えるのはここの値です。人間とか特定のキャラクターとかオブジェクト、東京タワーとかエッフェル塔とかの場合はなるべく 8.5 とかの大きめの方に、で曖昧なものは 3.5 の方に、夕日とか霧とかそういうものはこの低く 3.5 とかの方に、今回は人なので、7くらいでやります。これによってタグ付けされる個数が変わります。多くタグするのか少なめにタグするのか。で、今やったこれとこれのデータっていうのがこれです。キャプションっていうのとテキストっていうのです。見るとこういう風に自動でタグ付けしてくれます。で、これは自分でタグを付け加えたい人はこれを使ってください。基本的にやらなくてもいいです。
次です。ここからがトレーニングのファイルを作っていきます。ベースモデルをバージョン2選んだ人はこれを押してください。そうじゃない人は基本デフォルトのままでいいです。そしたらここにプロジェクトネームを入れます。何でもいいです。モデルとか。で、ここはこれです。さっきダウンロードしたステーブルディフュージョン 1.5 ってのを貼り付けます。で、VAE はここのこれです。VAE を貼り付けます。で、あとはデフォルト。で、アウトプットドライブをクリックして自分の Google ドライブにできたファイルを保存するように設定しておいてください。で、OK。で、これがとてもややこしくて、前回もああだこうだ言ったんだけど、基本的に公式ホームページは4と1です。で、一回これでやってみて、もしうまくいかなかったらこれを8の倍数で増やしてください。で、このくらいだったらうまくいったなっていうところでやめればいいと思う。これがでっかいと数字が大きいとファイルサイズが大きくなっちゃって、あんまローラーで学習させる意味がなくなるというか、扱いがとてもめんどくさいので、基本4と1でやってみると。で、ダメなら大きくしていくと。8の倍数で大きくしていくと。この項目で変えるのはこの2つだけで、あとはデフォルトです。で、この数字でどのくらいの違いがあるかっていう話なんだけど、正直これが4と1ね。で、2400ステップ。で、128と128の400ステップ。そんなに差がないというか、もうほとんど差がない。で、これが128、128、800ステップ。で、これが128、128、1200ステップ。で、これが128、128、1600ステップ。もうほとんど差が見られない。じゃあ低いのでいいじゃんっていう。4と1でいいじゃんっていう。そういう話です。もしこれでうまくいかなかったら値を大きくしてうまくいくまでやればいいという感じです。次も基本的にデフォルトのままです。全部デフォルトです。自動的にクロップしてくれるよってのと、自動的にアップスケールとダウンスケールしてくれるよってのと、キャッシュをいい感じにしてくれるよっていう感じのやつなので、これはもうデフォルトのままでいいです。良い感じに整えてくれます。自分の学習データを。次はこれが 0.1 にします。で、ここをエポックかステップかで設定できて、どっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけど、ステップの方が分かりやすいかなっていう気がします。ステップだったら、1600とかステップ数入れて、だいたいどれも25エポックさえあればいいです。今回はエポックの25で、バッチサイズが自分の学習させる画像の割り切れる数、自分8枚なので8。ところがどっこいい、この数字はここの数字が多いと多くの GPU を使うことになるのでエラーになります。そういう場合はここを小さい数字に変えてください。有料のコラボに入ってる人は4と8だったらバッチサイズ8くらいにいけます。このくらいが限度です。逆にこれを128にしてたら、128、128だったらここは4くらいじゃないとエラーになります。で、ここはこっちに変えてください。N ボックスに変えてください。これで変えてここを5とかにすれば5エポックごとに保存されます。マイドライブに。で、あとはデフォルトで OK です。で、開始。で、できたローラはマイドライブのローラのアウトプットに保存されます。で、できたやつを前回はこのテストでテストしたんだけど、それはなんかあまり良い結果が出ないというか、ここでやるのと実際にオートマティックで使うのではちょっと出方が違うので、実際にやる人はオートマチックの方で起動させてやってみた方がいいと思います。ここでできてるできてないって言って実際オートマチックで起動させてやったらなんか全然違うじゃんみたいなことが多々あったので、これは使わない方がいいんじゃないかと思いますってことです。ではさらばじゃ。